はい、皆さんこんにちは。桜も満開です。古谷便夢道 TV、 こちらも満開です。今日も楽しい怪獣の話、そしてウルトラマンの本編の話、いろいろ話題が出てくると思います。お楽しみにしてください。今日のパートナーは、いつもと違う、一緒です。早川さんです。ありがとうございます。皆様こんにちは、ライターの早川勝です。今日もお相手させていただきます。皆さんよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。たまにはね、なんかこう絶世の美女とかがこう隣に来るっていうそうですね。回も本当はたまにはね、いいんですけれども、ぜひちょっと皆さんのこの登録者数がどんどん増えて、はい、この動画がもっともっと広まってきましたら、きっとあれですね、素敵な由美恵子さん、チャータンのような方をいつかはねお呼びして、もうなんか楽しくにこやかに展開していきたいと思いますが、はい、今日は今のところはウルトラマンワンクールのお話ということで、ただの怪獣好きおじさんの私がお相手させていただきます。お願いします。よろしくお願いいたします。本日のお題なんですけれども、ウルトラマンの怪獣ものとしての初期の傑作といいますか、総決算、もうすでに総決算と言ってもいいと思うんですけれども、放送としては、第8話になるんですかね。8話ですね。レッドキング登場。怪獣無法地帯のお話を今日はさせていただきたいと思います。僕はレッドキング好きですね。そうですか。あれはね、成田さんのデザインとしてはいいデザインじゃないですか。初めて見た時ね、これはすごい怪獣だなと思いましたよ。初めてご覧になったっていうのはあれですよね、撮影の時に。そうです。成田さんの作ってるところをご覧になったというんではなくて、搬入されてきて備線でご覧になって、これはレッドキングって誰が作ったんでしょうね。高山さんです。高山さんです。高山良作さんです。すごいかっこいいなと思いましたよ。なんていうんですかね、成田さんの怪獣造形といいますか、成田さんのなんて造形といいますか、デザイン哲学、そういうポリシーがいくつかあるんですけれども、その中の、よく語られていた怪獣を巨大に見せるための工夫ということで、体の蛇腹を頭のてっぺんに行くに従ってこう小さくして、そうですよね。怪獣のね頭を見た時はびっくりしました。あれこんな小さい頭の怪獣いるんだ。すごいデザインだなと思いましたね。そしてこうぐるぐるね回ってるようなボディね、あれもすごいなと思いましたね。その蛇腹のこの形が全身にくっついているというのもありますし、頭に行くに従ってそれを小さくすることで遠近法のように。そうですね。あれはね、僕本当色も良かったですしね、銀色出したんですよね。ちょっとね、そのテレビとか写真の関係で見ますとね、白というかちょっとホワイトというかクリーム色に見えることもありますし、でも見た時は銀色でしたよね。なるほど、シルバーな感じなんですかね。綺麗な怪獣だなと思いましたよ。怪獣らしいね。それもプロポーションが、プロポーション良かったですね。二足歩行で尻尾が長い、ちゃんとあって、ゴジラ型とかそういう恐竜の王道の形をしているという怪獣ですよね。あれは本当素晴らしいなと思いましたね。そうですか。後にね、そのビンさんのビンプロも制作に関わる突撃ヒューマンで成田さんがまた怪獣をデザインされた時もヒューマンの話もしたいですね。ぜひね、それは成田さんのちょっとレッドキングにのデザインコンセプトを、そうですね。レッドキング本当でも見ただけで怪獣だな、かっこいいなと思いましたね。これはね、いまだに人気あるでしょ、怪獣としては。これはなんていうんですかね、
2つの意見ありまして、当時はやっぱりそのバルタン星人とかと並んで売り出そうとっていうか、まあなんでしょうね、スター怪獣として、まあ一押しの一つだ、一人だと言いますか、一体と言いますか、だったんですよね。でも今のそのなんていうんですかね、ウルトラファンの中では意外とレッドキング一番好きって方はちょっと少ないイメージがあるんですよ。そうなんですか。不思議ですけど、当時はかなりやっぱりスターの一員ですけどね。やっぱりどちらかというとウルトラマンを苦しめたアントラーとかですね、初期では。ああ、なるほど、そうね、レッドキングはそんな強い怪獣じゃなかったから、その映像の演出の都合上っていうのもあるんですけれども、まあなんか弱いっていうかね、見ててもそう普通の強さの怪獣ですよね。意外とですね、レッドキングと戦ってカラータイマーが青のままなんですよね。戦っててね、倒した後も確かといいますか、簡単だった。簡単というかあまり苦戦していないといいますか、この回怪獣が、5匹といいますか5体といいますか、無法地帯ですので、もう怪獣ものの決定版として円谷一さんが企画されて、金城哲夫さんと上原正蔵さんが脚本を書かれている話だけあって、怪獣続々出てきますので、視聴率も良かったでしょと思いますね。この当時のね、記録だと 36.6%。 そうですよね、よかった、みんな出てくるからですね。やっぱり予告編で期待しますからね、怪獣はね、当時。そんな思いありますよ。まあ、大勢怪獣が出てくるっていうことで、どうしてもウルトラマンの戦いにも割かれる時間っていうのはちょっと少なくなって、それでちょっとあっけないっていうわけじゃないんですけれども、割とあんまり戦いがこう混戦しないと言いますか、そんな戦いになってます。簡単に終わったって感じでしたね。何しろその前にその家督隊がタタラ島に行きますとですね、レッドキングといきなりチャンドラーが戦ってるところを井出たちが目撃してシェーって井出が言うのが忘れられないですけれどもチャンドラーはその当時はタタラ島のボスだったんです。あ、そうですか。怪獣として多分あそこでチャンピオン戦が行われてたところですかね。レッドキングが王者をそこで倒したってことなんですかね。まあもともとペギラですからね、チャンドラーペギラ族ですから強い怪獣ですよ。ウルトラ Q のチャンピオンみたいな怪獣ですから、それをレッドキングっていうのは、なんでレッドキングかっていうと、この時まだウルトラマンはレッドマンっていうタイトルで作ってました最初ね、最初のタイトルね。だからレッドマン世界の怪獣王というなるほどネーミングではないかというのが、そのファンの間では昔から語られてまして、赤い怪獣ではないんだと。まあウルトラマンパワードって作品で赤いレッドキング出したこともあるんですけども、結局まあ分かんないですよ、僕らの妄想の中ではレッドマンワールドの中の怪獣王でレッドキングっていうではないかと言われてまして、いやいや赤い塗りが間に合わなかったとかそういうのはまあないと思うんですけどね。まあじゃあチャンドラーはきっとウルトラ Q 世界のまあペギラみたいなもので、それをいきなり冒頭の一騎打ちでレッドキングが翼もぎ取って勝っちゃうという。まあこのねレッドキングは荒垣さん、チャンドラーを入ってたのは清野さん、清野さんと清野さん、はい、荒垣輝夫さんと、清野幸宏さんはまあ名コンビといいますか。あれですよね、キリンの形の、ね、そうです。ドドンゴの中でも先頭は荒垣さんで、後ろになってビンさんの背中に乗っかられたのが清野さん。ペスタもそうです。ペスタもそうです。だから2人はすごく息の合ったコンビなんですよね。その2人がレッドキングとチャンドラーの最初の立ち回りを演じてるんですよね。そうか。だから奥深いなと思います。冒頭の2匹でウルトラマンの怪獣世界のその時のチャンピオンベルトがレッドキングに移った瞬間なんですよ。でその時にマグラも見てるんですよね。こう見てて、ちょっと今分が悪いなって隠れるんですよ。もうちょっと後で、もう一回チャレンジしようかなっていう、あれが泉梅之助さんが演じられてまして、
夢之助さんもねの話また後でしましょう。え楽しい人なんですよ。やっぱね役者さんの個性がすごい出てるなって思うんですよね。やっぱり本当そうですね、はい、そういう意味ではね。マグラはねいわゆるネロンガと同じ東宝のバラウォン系列の怪獣になるんですけれども、これはマグラはどっちかというとちょい役だったので、さすがに大先輩のはいそうですね、はい、お呼びはせずに中島春さんはお呼びせずに、泉さんがマグラ演じてますけれどあれもいい味出してます。早田たちのナパーム攻撃でやられますがやられてね、そうやって見るとそうやっぱり特撮の場面っていうのはやっぱ本編にいっぱい助けられて、だから本編も特撮の画面に助けられるっていう、なんかお互いのこううまくいってたんでしょうね。特にやっぱり融合性ですかね。ウルトラマンのこの初期ワンクールっていうのは、一本一本話もものすごくなんていうんですかね、まだその形ができていない時期ですから、飯島監督の3本からスタートして、一本一本新しい世界がそうですね、ちゃんとしてましたね、本もね。もちろん後半になるに従ってどんどん複雑で、またなんていうんですかねアンチテーゼ的な実相寺監督の登場もあって、さらにバラエティーさを加えていくわけですけど、初期のそのなんていうんですかね一話一話が一本の映画のように異なるなんていうんですかねシチュエーションで、なおかつ本編と映像と特撮のその組み合わせもものすごく時間もあったってことなんでしょうかね。そうですね、それはそうですね。合成もそうですしスクリーンプロセスもそうですし、ものすごく手数が多いと言いますか。そうですそうです。その中でやっぱり時間かけてたんでしょうね。まだまだ余裕が余裕を持ってっていう形で、余分の時間かけてたのかもしれないですね、そういう意味じゃね。でもレッドキングっていうのはネーミングでそういう話題性になるのかもしれない。僕らはもうレッドキングとそうかっこいいねっていう、そんな感じなんですよね。ウルトラマンを代表する敵役ですよね。でもちょっと物足りないですけど、でも戦いもねやっぱり一気呵成に決まるっていうのも、これはまたウルトラマンの戦いが長い時と一瞬で決まる時と結構ね2パターンありましたね。レッドキングは割とでもじっくり戦ってるように見えて早いです。カット割りとかですね演出も素晴らしくて、あれやっぱり高野さんなのかな。スピードはありましたよね、そういう意味ではね。とにかくスペシウム光線もですね、やっぱり当初は1話につき1回しか撃たないって決まりがあったと聞いていますけれど、どうなんでしょうか。いややっぱり絵描くための手が足んなかったんじゃないですか。そんな何回も撃てないよみたいなことが現場に出てんじゃないですかと思いますよ。やっぱり合成をするとそれだけ予算もあります。合成の時間っていうのは我々が考えているよりもっとすごいっていうことらしいんでね。だから何回も何回もスペシウムを打つっていうのはちょっと辛いよっていうのを言ってたんじゃないんでしょうか。後半になってくるとねそういうのも多少緩くなってくるんですけれども、あとウルトラマンが変身するのも本来は1回って決まっていたのが、それを実相寺さんが破ったりとかもするわけですけど異端児だからね、そこが普通には撮りたくない人ですから、そういう意味では要するに革命的な、監督かもしれませんね。そういう意味ではね、それが良かったのかも。レッドキングの場合はレッドキングが岩を持ち上げたところを打つということですよね。でそれが当たってレッドキングが落として自分の足を演技してましたもんね。そういう意味では面白い作品だと思いますよ。金城さんと上原さんの台本を見ますと、戦いがですね、結構細かくもう台本に書かれてまして、その通り大体進行してるんですよね。ですので
ウルトラマンが首を掴んでうん、持ち上げるっていう演出がありまして、はいはいはい、ちょっと足バタバタバタっとするんですけど、これね覚えてらっしゃいますか？どうやって覚えてます覚えてます、うん、そのどうやって撮ったかっていうのがですね、不思議なぐらいそのあれどうやって撮ったの？ピアノ線で釣ったのかな。その後にね、あれ僕は首持って宙に浮かせる力は僕にはないですよ。刺し物だってビンさんにも、荒木さんだって70キロね、まあ、その頃あったんじゃないですか、体重は。まあ小柄で割とスリムな小柄でしたよ。方ですよね、写真で見ますとね。でもさすがに首持って持ち上がらないですよね。あのぬいぐるみだって結構重いと思いますよね。だから首持って足まで上げられる腕力は僕にはないと思いますね。となるとやっぱり釣ったんですかね。またはさすがに例えばおでに、まあその後首を持って、いやーって投げるシーンとかあります。あれはね、そこは中に入ってない、無人で中に入ってないですからね。側だけでやってますけれども、持ち上げるシーンは足をこうジタバタしますのでね。ピアノ線で釣ったのかな、怪獣。そこ不思議なんですよね。あれは持ち上げられないと思いますよ。そうなるとちょっと中に入ってなかったのかな。それにしても足がリアルですよね。リアルです。足の動き方がね。またビンさんがとりあえず無人のレッドキングを持ち上げて、やったんですかね。いや、それではちょっと違うな、あの足の動かし方がね。不思議です。やっぱあの足っていうのはなんか入ってるような感じのしますよね。動き方をしてますよね。誰か知ってる人いないかな。ぜひこれは皆さんご存知の方いましたら。見てる人は分かんないけれども、その当時制作に携わってるね、方が「いや違うよ、あれはこうだよ」って言ってくれる方がいれば、もうぜひこちらにお寄せいただければコメントとかいただけるとコメントしていただければ嬉しいですね。本当ですね。もうね、だんだんスタッフの方もね、みんな78世に帰っていっちゃってますからね。これはそういう意味では、なかなか当時のことを新しいのを発見するのはね、大変ですね、これは。そうですね。でもこれはワンカットのあれがあるだけで随分効くんですよね。演出として結構いいですよね、あの絵はね。いや本当あれはすごいなと思いますよ。まあだからこれからもそういった意味で、あんなこれどうだっけっていうそんな絵もどんどん出てくるんでしょうね。と思います。僕自身がそこまで、覚えてない、記憶のないね。さあそれは当時のスタッフの方が教えていただけると助かりますね。はい。日本強いもかっこいいですね。レッドキングと戦いで。あれは良かったですね。はい。あれは無人ですからね。またその高山さんの作ったレッドキングのボリューム感もあって、結構重いですからね。このいい投げられっぷりというか投げっぷりもかっこいいんですけども、あれやっぱり下が重いからこう遠心力もうまくいくんじゃないですかね。あれ何回か取ったんでしょうか。何回かやったんでしょうね。やっぱりその中からいいのを取ったんじゃないと思いますよ。そうあれかっこよかったですね。いい絵です。あれは本当にかっこいいです。やっぱね、あれね、相手方がやっぱりいい怪獣だったんですよ。あれはそういう意味ではバランスが。それねそのなんていうんですか、ウルトラマンもそうですけどレッドキングも本当になんていうんですか、体にあんまり突起物とかもなく、シンプルですよね。そうですシンプル。戦いやすいことは安かったですね。そうですよね。そういう意味ではね。格闘しやすいといえば、羽があるわけでもなく、トゲトゲとか角とか、小さいから、その顎の下に頭が入るとかそういうんじゃないから、楽だったんですよね。そういう意味ではね。手もね、こう結構その人間型の手で、リアルななんか指紋とかも見えるような、そうですね。結構レッドキングの手のディティールも細かくかっこいいんですよね。レッドキングの外回りの皮膚、あれがこうゴツゴツしてたんですよ。だから触ると手術用の手袋がやっぱりパッとね破けるんですね、あれは。
ああ、そうですか。結構ね手袋いっぱいいましたよ。スポンジでこう滑らかじゃなくてゴワゴワしてたんで、そこ触るとやっぱり破けましたね。これはリアルなお話でした。結構硬いんですね。硬いですね、あれは。どんどん破けて、でまたねはめて銀を塗ってで撮影に結構やりましたね。結構その断面的には三角形ですもんね、この体のレッドキングの。そうなんです。先がこう割と尖った感じの。そうなんです、そうなんです。そこに触るとやっぱりピッと破けましたね。突起物が結構あったんですね、あれ。皮膚感がねゴツゴツとこう蛇腹になってますのでね。まあそんな思いありましたね。ただレッドキングは戦っててもそんなに苦労はしなかった。苦しい思いはそんなにはしなかったですね。簡単にできたかなっていうね。こうやった光線がね効いてたのかもしれない。最初の光線でまず足に当たってだからそういう意味ではねレッドキングはねそんなに苦しい思いをした思いがないんで、印象的には戦ったなっていうそういう感じあんまりしなかったですね。立ち回りはやっぱり高野さんですか、それともですね、新垣さんと。新垣さんはほとんど言われたことをやるという。そうですか。素直な青年ですから。そうですか。おいくつぐらい年齢差あるんでしたっけ？いや僕と変わんないんじゃないかな。そうですか、当時として。僕よりちょっと上かな。そうですか、そのぐらいの。そう肌といってもちょっと上ですよ。まだ彼はね東宝時代でよく話してましたんで、円谷で会ってね、こっち来たのっていうそんな感じですから、気心がねどんどん知れていたお関係で。彼は一番多いんじゃないですか、ウルトラマンの相手としては。相手としてはそうですね。10何本かやってんじゃないですか。一番多いはずです。一番登板されてると思いますね。そうですね。はい。だからそういう意味では結構いろいろやる時にはこうやろうよね、やろうよねっていうそういうふうなことはやりましたね。でもその特撮の現場の立ち回りとなると、まずは高野さんの段取りを。そうです高野さんとあと佐川さんっていうカメラマンとね、で鈴木さんっていうカメラマンいましたからね。佐川和夫さん、皆さんカメラの。その当時のカメラマン3人はやっぱり結構力ありましたよ。そういう意味ではね。佐川さんはねやっぱりチーフになってね、やってましたからね。そうですよね。鬼の佐川ってね、かなり厳しかったみたいですもんね。でも僕にはねそんなにそうですか、厳しいっていうのはなかったですね。そう清志さんの方が厳しかったかな。でもそうでもないな。そんなに僕はね考えたことなかったですね。そうですか、厳しさ、カメラマンの厳しさ、カメラマンの厳しさってねあんまりないんですよね。このね、ウルトラマンでもそうですしウルトラセブンでもそうですけども、内海さんっていうね、名カメラマンが東宝からねこっち円谷に来て撮ってくれてたんですけどね、あの方も優しくて静かな方でしてね、黒沢組で撮ったりね、いろんなところで撮ってますからね。そういう意味ではね僕の東宝の「吠えろ脱獄集」というね、まさに僕がいい役をもらった時のカメラマンも内海さん。そうでしたか。だからそのカメラマンの方がウルトラマンを撮ってセブンを撮ってって、それでびっくりしたんです。セブンは撮ってないのかな。セブンもう東宝に帰っちゃったのかな。マンの時は撮ってましたからね。そうですね、そうですか。吠えろ脱獄集についてもね、ちょっと機会があったら一回またね、東宝の話をまたこれからもどんどんしていきたいんですけれども、亡くなられてる方がねいっぱいいらっしゃるんでね、だからいつももう2年おきにね東宝同友会という会をね、やったんですけど、このところコロナの関係で順延になっちゃったんですけど、結局順延の間に
何百名っていう方が亡くなるんですよ。だから今度できないかもしれないみたいな話をね。そうですか、残念ですね。僕も一応ね事務局に加わってますんでね、やるんですけどね、俳優さんの数がねどんどん減ってちょっとね寂しいんですけどね、まあしょうがないのかなっていうね言葉で。次にじゃあ開催されるのはまだ未定ということですか？そうですね、本来はね今年なんですよ、今年やるつもりでずっと準備をしてきたんですけれども、準備してきたのに、亡くなられる方が多いんで、どうかなっていうね会議をしなきゃならないちょっと辛いんですけどね。まあそんなんで、まあ、東宝の話をまたぜひこの回で、はい、夢道 TV でも、はい、はい、まあ、レッドキングは、はい、レッドキング今日は、はい、僕から言わせりゃ素晴らしい怪獣素晴らしい怪獣らしいデザインをした成田さんの傑作だと思いますよ。そうですね。これをその傑作をね高山さんっていうすごい方がね作ったという、これはねやっぱり僕としてはねベスト10の中に入れたいですね。そうですか。はい、本当にいい怪獣だと思います。まあ後でまたね次ねリベンジ会もありますからね、レッドキングに関しては。そうまた出てくるんでねちょっと化粧直しをされてあれも不思議だよね。いややっぱりまあ同じ種類のね種族がいるということで、可愛いところもあるんでね、レッドキングはね、そういう意味ではね僕としては好きですね。またそれははい海水星追本の時の話でまた、追本ね、はい、やっぱりレッドキング出てくる時は他のゲスト怪獣も多いんですよね。そうですね、だからそれだけスター級なんでしょう。やっぱキングですから、まずは他の怪獣と戦って、その自分のねレッドキングの強さを視聴者の皆さんにアピールした後で挑戦者としてウルトラマンに挑んでくるというのが、すごいですよね、レッドキングの生きる道といいますかパターンということで。そうですね、はい、ということで今日は怪獣無法地帯の話を伺ってまいりました。ありがとうございました。ありがとうございます。この動画よろしければ皆さん高評価いただいて、くださいませということと、チャンネル登録もぜひお忘れなくということで、ありがとうございます。また次回お楽しみに。